うわ、かっこよ。我大満足なり。がっつりスプリング入って、ライエクス社ゴムにも塗れるんですね。塗膜だけだとこんだけ柔らかくて、福島第一原発なんかは水素爆発事故後にライエクス入ってます。軽トラを買いました。軽トラキャラバンの次の相棒を探して、今キャンピングカーとかベース車探してるところですけど、今はまだ2人で長旅に出られる状況じゃないんですね。そうね。グルちゃんいるし、なのでキャラバンの後継者は探しつつも、一人旅とかちょい旅用に新しい相棒として軽トラを買いました。はい。この軽トラすでにキャンプ用のホロを取り付けて車中泊できる状態になってます。なってるね。この動画では軽トラでやってみたいこととか、納車の様子、走破性や乗り心地のチェックとリフトアップ荷台の塗装やったんで、そこまで紹介します。ホロの詳細とか DIY については次回以降の動画で出していく予定です。はい。そしたらどうぞ。軽トラに憧れてて買っちゃったんですよ。エブリーで初めて軽自動車経験して、軽って維持費も安いし小回りも利くし、四駆だったら大体深い雪のところ以外だったらどこでも行けちゃうし、細い道も釣り場だと多いんで、軽自動車っていいなって思って、荷台を使ってなんかいろんな遊んでる人のインスタとか見たりしてめっちゃ気になってて、例えば旅家さんみたいにキャンピングシェルを作るアイデアもあるし、もうそのまま荷台にテント張って寝るっていうパターンもあるし、あとハードカーゴっていう鉄パイプ、なんかそのパイプの枠組みをだけ積んで、その上になんかボートとかカヤック乗せてる人たちも見たし、軽トラのなんか遊び方ってすげえ無限大だなと思って、走破性は最強のやつにしたいと思って、スズキのキャリーのノーハングレード。ノーハンっていうのはパートタイム4駆とデフロックがついてるんで、いざってスタックしちゃった時とかも一番脱出しやすい作りになってる。後ろの板バネが通常の2倍の量になってるから、荷台のバネも強い。運転席の後ろが余裕があるスーパーキャリーってのと、これ普通のキャリーってのがあって、僕は普通のキャリーにしたんですけど、スーパーキャリーだと運転席がリクライニングできたり、後ろに荷物詰めたりとか、コックピットの方は快適になるんだけど、その分荷台が狭くなるっていうのは懸念だったんで、荷台の広さを最優先にして、大体はそんな経緯です。冬はちょっと雪山とかも挑戦してみたいな。これで暖房どうするか考えどころだけど、軽トラの荷台で電気を使うための電源はポータブル電源にしようと思ってて、まず走行充電器をつける予定です。これからいろいろ収納つけたり、いろんな工夫をこれからやっていくと思うんだけど、何もない状態で車中泊するといろいろ課題が見えてくるんで、随時改善していくと車中泊がすごい快適になる。その過程が面白いんですよね。
ペンタテかな、これは。シガソケットコップついてます。あと意外とアイドリングストップとか、このセンサーとかついてる。このゴムマットはオプションです。ジャッキはこっちなんだね。今日はこれをリフトアップしに行きます。軽トラで初めて高速に乗ってるけど、ノーマルの車高だと突き上げ感が結構あるし、段差もダイレクトに振動が来るから深いっちゃ深い。8分ぐらいまでコーヒーこれに入れてドリンクホルダーに入れといたら振動でびちゃびちゃ溢れてくる。これがリフトアップしてどうなるかちょっと気になる。
乗り心地も含めて意外と80キロぐらいだったら普通に快適に走れることが分かった。カーボなしの軽トラでも踏めば頑張れば100キロぐらい出る時もあるし、意外と高速走行もいける。残念ながら燃費がこれ表示されないから後で計算しないと分からないけど、フォレストオートファクトリーに初めて行って軽トラをちょい上げします。ちょうど昨日エブリィの車検で乗車定員の変更のために構造変更したんだけど、直前直差の判定が引っかかってしまい車検場と家を2往復したっていうのがあったんだけど、軽トラリフトアップしてその直前直差の視界がどうなるかっていうのは気になります。エブリィよりは前が出てないから比較的見やすいとは思うんだけど、もしかしたらリフトアップした後に補助のミラーをつける必要があるかもしれない。あと一番気になるのはこのガタガタの乗り心地がどう改善するかだよ。マニュアルのミッションがここにあるのめっちゃ運転しやすい。エブリィはここなんだけど軽トラはなんか膝元にあるから自然にシフトチェンジができる。加速はさすがにターボついてるエブリィに比べたら遅く感じるけど、思ってたほど高速は弱くないなっていう印象。フォレストオートさん、リフトアップで有名なお店、ついに来れた。なんて言うんですか？ポコポコちゃん、ポコちゃんよろしく。買ったらおまけで他の花もくれた。朝食うまい。ニンニクだれ、焼肉ライス。がっつりスプリング入ってリフトアップされてるね。こっち側はスプリングではないんだ。後ろはね板バネだから後ろも上がってる。このステッカーを左右に貼っていただきました。事務所の横に作業場があって作業場の中で施工していただいてました。ありがとうございます。乗り心地どうなったか。これあんまダイレクトに来なくなった気はする。振動がリフトアップの違いをね体感したいところですけど、猫ちゃん可愛かったな。だいぶ突き上げ感はマイルドになった気がする。今みたいな段差も結構吸収してる。素晴らしいっすね。6万円の価値ありますよ。確か6万円弱だったはず。リフトアップした状態で林道に来ました。乗り心地がどう変わってるかとかちょっと外映像も含めて確認してみようぜ。どうです？今んとこ舗装だからよくわかんない。でもなんかね、もうここに来るまでの普通の道でも軽やかマイルドになってるよ。すでにマイルドじゃね。ほらガンガンブルブルじゃなくてこうワフンワフンみたいな感じじゃん。抜かれんでるな。大丈夫か？発進だとあれだね。肉だとあれだね。発進時。あ、そこで4これで今区切り替4区え。入れます。あ、なんかビーンって電子音がそしました。なんかそこの表示は変わるの？う出る。4区って出る。ほらあ、 4区2区の話にそれちゃったけど、結局これマイルドになったって話ですよ。こういうアクロでもね、なるほど。リフトアップしたことでよ。4区入れます。80キロ以下の直進状態なら4区に切り替え可能なんだって。だから走りながら普通に走りながら4区に入れられるの。4区に入りさえすれば
切り抜けられる。滑っても余裕。行くよ。ちょっと軽やかに行くよこの辺。これリフトアップの違いわかるから。ほらああ。ほら。なんでしょう、その突き上げ感がちょっといやそうそう。軽減されているというか、この辺かなりボコボコの道なんだけど、超絶ボッコボコだけどマイルドになったでしょ。うんうん。突き上げが。今日は軽トラの荷台を塗装しに来ました。LINE-X っていう最強の塗装をします。旅とか傷から荷台を守るための塗装。おてつさんが教えてくれたんだけど、米軍か NASA が採用したか開発したかっていうすごい塗料で、卵の周りにその塗料を塗って 2,3 メートルの高さから落としたら卵が割れないとか、その塗料を塗装した後で尖った石とかドリルで攻撃しても傷がつかないとか、防御力が上がる塗料らしいです。ラプターライナーとかに比べて、性能もいいし価格もそれだけいいお値段するんだけど、新車のキャリーちゃん末永く乗るために LINE-X 試してみます。釣り竿を荷台に乗せて走ったら、なんかガイドかなんかが擦れて一発で傷だらけになっちゃったんで、軽トラの荷台そのままだと車のボディと同じ状態なんですごい傷つきやすいです。で今回は荷台だけじゃなくて後ろの鳥居の部分もやってもらおうと思ってます。多分トータルで30万ぐらいかかっちゃい。その LINE-X の本部が埼玉の三郷にあるんだけど、茨城県のつくば市に工場があって、今つくばの方に来てます。三郷の本社に車持ち込むとつくばの工場との往復の費用がかかるのと台車は出るらしいんですよ。つくばの方に直接持ち込むと運搬の費用がかからないけど、あれ目的地は左側です。あれどれ運搬の費用はかかんないんだけど台車はないっていう、これか。目的地は右側です。お疲れ様でした。あそこに事務所があって、ここで施工するんかな。プロテクティブコーティング。ホームページでいろいろ施工事例とか見たんですけど、はい、この荷台の中やるのが基本的な感じですよね。でこの高さのところはどこまでやっていただけるんですかね。このプレスラインが、はい基本的な形になりますね。ここまでですね。はい。であとオプションで鳥居も追加したいと思ってるんで、鳥居この部分を外してもらってやるって感じですかね。わかりました、大丈夫です。鳥居も傷つきやすいですよね、普通に使ってたら。ここによく木材等々こう置く方がいて、それでラバーついてるんですけど、やっぱりこう長物をお尻からこう入れるときにここら辺結構傷つけちゃったりとかっていうのは。そうですよね。はい。あとはここにこう例えばですね、冷蔵庫を立てて巻いたときにここがやっぱりこう擦れるとか、そういったのでやっぱり傷は間違いなく。でこれ竿を置いて走ったら釣り竿でめっちゃ傷ついちゃった。物を置いたら 100% こうなるので。ちなみに一応新車でこれ持ってきたんですけど、もうボロボロの状態で来てもできるんですか。例えば日産のダットさんとか、もう20年以上前のピックアップトラックもやってますね。なるほど。腐食しているところ、サビはきれいに取り除いて、もしこう状態が悪ければ手できれいに補修しながら、直した後にLINE-Xをっていう感じですね。なんか僕今回新車で持ってきたんですけど、逆にある程度傷ついた状態で持ってきちゃった方がなんだろう。そうですね。新車の時点で塗らないのであれば、ナチュラルを楽しんだ後に、それもありかなってすごい思ったんですけど、今回はお願いしたいと思います。失礼します。これ乗っちゃってもいいですか。全然大丈夫ですよ。これが塗装が終わった状態ですか。みたいな感じですね。なんか動画で見たんですけど、ガンガンやっても傷つかないみたいな感じですか。厚さは何ミリぐらいあるんですか。床面
1.5 ミリぐらいで立ち上がりだから煽りの部分は1ミリぐらいですね。1.5ミリ。ああ、なるほど。床面と横で厚さをそう変えですね。てやってるんです。はい。床面はどうしてもこう引きずったりって形で摩耗が激しいので、はいちょっとは厚めにっていう形です。あとはその膜圧の管理は超音波膜圧計当てて、はいきちんとその 1.5 ミリ以上確保できてるか、すべて超音波でチェックして煽りの部分もリアゲート部分も全部いはいはいは膜圧チェックしてって形になります。い。リアゲートとか外してはい。やるんそうですですね。すべてはい外してやってます。上の部分もはい。面もこれ基本的にやっていただける感じです。そうですねはいああ、なるほど。そしたらもうこれ塗っちゃったらカバーとかもいらないっすあ、ね。そういうことですね。ゴムのはい。やつとか新車のオプションであれつけたんですけあ、ど、そうなんですね。無駄なことしたなって思って。はい。納車前のはい、新車ですオねプ。ションであるんですか、はいトヨタだと。そうです。ディーラーオプションで入ってるので、あ、ディーラーオプションなんですね。肉厚ですし、はここが必ロゴいいっすねず入りますので、い。はい。はい、本物ですよっていう。この粒が揃ってるんですよね。はいなのではい。こう綺麗っていうか。触ってもいいですかあ、どうぞどうぞ大丈夫ですよ。うーん普通チッピングってこう大きい粒があったりちっちゃい粒があったり、はいはい結構不揃いだったり、はいあとはスプレーの仕方によってはこうその粒が流れてしまってたりっていう形で、はい結構不揃いなことが多いんですけど、ライオックスの専用機械って結構圧力が高いので、はい。はい、同じ粒子の大きさで出てくるっていうあ、そこで専用のスプレーがあるんそうで。ですす。そこでなんか綺麗さを出してる感じです。あ、結構分厚いですね。そうですよね。はい。なんだろう、プレートが乗ってるみたいな感じですか。塗装というよりなんかプレートみたいな感じそうでね。ですすね。もう本当プラスチックを表の上にあー形成していくっていう感じです。米はい軍の車両に使われてるんですか。ちなみに日本国内でも陸上自衛隊であ、自衛隊も使ってるんですね。はい、装甲車の車両とあと防弾プレートの方ですね。軍事用の技術ををはい転用してそういうこと使ってるっていう。次が一般車両みたいな。ああ、そうなんだ。こんにちは。お邪魔します。専用の機械。おお。これ樹脂の方でこれが透過剤って形でドラム缶で届きます。どこから届くんですか。アメリカから届きアメますね。リカから。はい。機械単体だけで100キロぐらいある形ですね。アメリカの企業があるんですか。この LINE-X。あ、これライエックス社。 LINE-X 社なんです。はい。でうちは日本国内で利権を取って独占販売してるって形。そうなんですよ。はいこの裏の大きいのは何ですか。それコンプレッサーですね。これがコンプレッサー。はい。現場施工の時はこれを一時トラックに積んではい。施工しに行きます。あ、現場施工とかもあるんですそか。うですね。はい。これが今まさに。これ下地ですか。はい。ハイエースのバンパーです。塗りたくないところはきちんと養生してっていうところで。はいはい。で特殊養生がこのワイヤーが入った両面テープはっていうのを端部に忍ばせて、はいライエクスが3秒から5秒でもはい触れてしまうぐらい固まるのが早いので、塗った後マスキングテープだけじゃ剥がれないのでワイヤーでカッティングして端部をあ。作ってから養生を外すっていう感じの形ですね。ワイヤーがないとちぎれて残そうですっちゃうんですか。取れなくなっちゃうんですよね。これ部品を一個一個取り外してそうですやっていってるんですね。はい養生してっていう形で。ボートにも塗るんですか。はい、これゴムボートです。え？どういうことですか。これアメリカの消防署の仕様なんですけど、災害時って瓦礫とかあ流木とかがすごいので、当たっても大丈夫なよう大に。丈夫なように。日あー本国内だとやっぱり川沿い以外の消防さんは畳めなきゃいけないので、はちょっとそれで今いろいろ開発中ですね。い。畳めるようなものですか。畳めるはい仕様で。へえ。船に塗るってのも面白いですね。結構船は海外の方だとヤマハさんの船とか多いですかね。ゴムにも塗れるんですね。基本的に何でも。何でもいけるんですね。さっき気になったんですけど、重さってどれぐらいになるんですかね。ですね、1ミリ厚はで1ヘベ1キログラム。い。もっと重いかと思った。このショールームも面白いですね。めっちゃアメリカンっぽいな。アメリカがやっぱり黒と赤っていうコントラストで、今、はい日本でも黒と赤が流行り出しててっていう。ああ、服
黒い部分が LINE-X。専用の艶出しスプレー。はい、まあメンテナンス剤というか車にワックスがけするのと同じイメージですね。使ってるうちにマットになってくるんですか？そうですね、はい。へーこれが2017年にはい発売されたハイラックスのバンパー、樹脂でも金属でも関係ないっていうのはすごいですね、はいゴムもいけちゃう。最強防護コーティング剤。和船の船底、バイクのタンク、水上バイクとかみこしにも事例がある。発電所の何をやるんですか？原子力発電所ですね。福島第一原発なんかは水素爆発事故後にライネックス入ってます。へえ。原発の実績が結構多くて、あ、そういう時に出張して現場施工っていうさっき言ってはいたやつがあるんですね。車だけではないんだ。そうですね。日本国内ですともうコンクリートの施工がほとんどですね。老朽化したコンクリートのはあ補修だったりとか。笹子トンネルって、はい崩落した事故のやつ。 2012年に崩落したやつですね。その後これ LINE-X で補強したんですか？緊急施工入ってます。あ、そうなん上下です。線とも入ってますね。めっちゃいろんなところでやってるんですね。知らなかった。身近だったりするかもしれない。だってホームページ、オリエンタルランドさん。ディズニーランそういうドことですね。はい。色もつけられるんですか？そうです。はい。今回それは茶色で塗ってあるんですけど。いろんな分野ではい。使われて車両タンクの燃料タンクだったりとか、見えないところで使われてるみたいな感じです。で逆に一般の車よりこっちの方が割合大きい感じですか？多いですはいあ、そうなんですね。これってその塗料だけですか？いや、これを表面塗ってるって形ですね。ちょっと柔らかさを伝えたくて柔らかいですよみたいな。硬いのかとそう、ライン思ったら、物に吹いちゃうとこう硬みを感じるんですけど、実は塗膜だけだとこんだけ柔らかくて、ただこういった硬さっていうのはゴルフボール以上に硬いんで、何か硬いものに吹き付けするとこう硬みを感じるっていう感じですね。その素材次第ってこと。そうですね。これは塗料だけですか？これ塗料だけです。ああ、はいこれが塗料だけ。なんかもう塗料の感じじゃないですね。そうですね。もうプラスチックうんの板みたいな感じですよね。うん。受け取りに来ました。俺のキャリーちゃんアルタカ。うわ、かっこよめっちゃかっこいいっすね。で、ここはこんな感じになってんだ。これでもなんか尖ったものをドリルとかやっても傷つかないっていう感じなんです。錆もないし。おお、これも外して上からつけて戻してくれてんだね。でオプションで新車オプションついてたここのガードとかはもう外してあって、もういらない状態になって、そもそもその新車オプションいらなかったっていう。やばいっすね。この辺傷だらけだったのもなくなってて、このパーツは外してから塗装して戻した。LINE-X の刻印がこんな感じです。ちょっと雨降ってたから濡れてるけど。今洗ったの？洗ったの？ずっとゴミ置きっぱだったからここもう最強です。一切傷つかない。ガリガリやガザ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 。そう、石でガーンってやっても絶対傷つかないからこれ。なんかそう石でやっても傷つかんとか言ってて、そんなのあるかなと思ってたけど、結構マジで。もう実は施工終わってから 1,2 ヶ月経ってんだけど、草刈りしてさ、いっぱい溜まった枝とか葉っぱをここにガンって
置いたりしても全然何の問題もないから、切ったまんまの枝とか結構乗せたり。そうめっちゃタフに使える。うん。でなんか汚れたらバシャーンって普通に水で洗えば汚れ落ちるから、意外とここのね鳥居もやってよかったなって思ってて、あ、それもやったんだ。そうここもねこれプラスで5万円ぐらいなんだけど、こうかかるね。あのね金額的にはすごい額かかってトータル30万弱かかってんだけど、ちょっと引いてる。俺は後悔してない。ただの塗料じゃないのこれ、もうパネルが貼ってあるみたいな感じ。我大満足なり LINEX って書いてる証明が。あでそうそう証明書もある。あ、またこれ。本当に LINEX をちゃんと施工しましたよっていう本家のやつですよって証明書まで発行されます。車体番号書いてあって日付、上記車両2台に LINEX 塗装を施工したことを証明いたします。